皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回は新しい塗料を試したく不死身のアバルト500を手に取ってみました。レトロでパステルなカラーはアバルト500にぴったりだと思うので、そのあたりをメインに完成まで持っていければと思います。早速アバルト500を調べ、頭に情報をインプットしていきましょう。アバルトはイタリアの自動車子会社で1949年設立。主にフィアット車を用いて自動車競技への参加やチューンアップ車を販売。1971年にフィアットに買収され、フィアット傘下のフェラーリ、ランチやアルファロメオなどの競技車両を開発し、イタリアンマシンの活躍を支えました。BM でいうところのアルピナ、ベンツでいうところの AMG といったポジションでしょうか。このキットのモデルは3代目フィアット500をベースにチューニングを施したモデルで2008年に登場。フィアット500と異なる部分は、エクステリアではエアインテークを設けた専用バンパー、オーバーフェンダー、サイドスカートにルーフスポイラー、代々継承されたサイドストライプとルーフデカールなどで武装。インテリアではシートにペダル、ステアリングなどが専用品に。エンジンは 1.4 リッター直4 DOHC ターボ。エキゾーストシステムコードモンツァは4本あるテールパイプのうち2本が直管で、3000回転以上になるとバルブが作動するシステムとなっています。トランスミッションは5速マニュアルのみ。このアバルト500をさらにパフォーマンスアップしたモデルが SS となります。早速仮組みからいきましょう。封入されているパーツは構造、構成、モールドがしっかりしており、エンジンこそついてはいませんが、しっかり塗り分ければリアルになると感じました。ホイールはポリキャップ式で、足回りパーツの組み付けは細かい部分はあるものの良好です。ウィンドウはフロントにカウルトップを取り付けるタイプで、このカウルトップパーツでボディと接着する仕組みとなっています。ボディとの合いは悪いので調整が必要と感じました。前後バンパーはボディ側のダボ穴に差し込むタイプで、各両端を接着。少し力を加えるとずれてしまうので、ここは補強ポイントです。サイドスカートは接着位置がないので、ここも注意が必要でしょう。インテリアは内張りを後から取り付ける半バスタブ型で、シートは裏面シートも付属しています。シートはもうこの時点で組み上げてしまいました。シャシーとボディはどうあがいてもこのままでは取り付けにくいので要調整。ホイールを組み付け、サイドミラーを取り付けたら完成です。仮組みの感想は、組み方が悪いのかとてもアンバランスなキットという印象でした。足回りの各サイズ感、もっさり感を払拭していきながら作業を進めていくこととしましょう。こういった調整もプラモデルの楽しみの一つです。根気強く手を動かしていきたいと思います。まずはボディの調整加工からいきます。シャシーをボディにはめ込む際、とてもはめにくいので、写真の干渉する部分をカットし削っていきます。デザインナイフで削ってはボディとはめ合わせ、左右のバランスも見つつ、何度も繰り返していきます。何度かボディにはめ込んでみて調整を繰り返し、ストレスなくはめ込めるレベルまで到達したら、ペーパーヤスリで削った部分を滑らかにし調整完了です。ウィンドウモールは後々墨入れを行うので、タミヤの調光ブレードでモール外周を彫り込んでおきます。その後前後バンパーをボディと完全接着です。接着はタミヤの瞬間接着剤を使い、裏面からティッシュを
細くカットしたものを貼り付け、接着剤となじませ補強をしておきました。これでシャシーをはめ込む際、少し広げても外れなくなるはずです。別々で塗装し、色味が変わってしまう事故を防ぐため、最初の段階で接着しておきます。ルーフスポイラーも取り付けておきました。フィアットのボディをそのまま流用しているせいか、ぽっちゃりしている可愛らしいフェンダーは周辺のお肉を削ぎ落とし、アバルトらしくレーシーに。グリルも開口しておきます。次に筋彫りを行っていきます。使用しているツールはタミヤ製の筋彫り調光ブレードで、刃は 0.15mm と 0.2mm を使い分けています。用途としては 0.15mm の刃は全体的な使用、0.2mm の刃はドアやボンネットなどの開閉部分に使用しています。リアルな完成度を追求するにあたり、ボディのパーツそれぞれに対し筋を入れておかないと、塗装を重ねた時に溝が塗料で埋もれてしまい、シャープさが欠けてしまうので、しっかり丁寧に彫っていきます。といっても筋を深くしすぎると不自然なシルエットになってしまったり、パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、あくまでも軽いタッチでそれぞれ3から5往復を目安に、なおかつボンネットやドアなどの開閉パーツ部分は他の部分との差を明確につけるため、 0.2mm の調光ブレードを使い太めのラインにし、リアルさを意識しながら丁寧に彫っていきます。続いて画像の赤矢印部分のパーティングラインを削る作業となります。模型メーカーがプラモデルを製造する過程で金型同士を合わせてパーツを成形しているので、どうしても付着してしまうのがパーティングラインやバリですが、これを消すのと消さないのでは仕上がりに大きく影響してきます。パーティングラインの確認方法としては、ボディやパーツを手に取り実際に指で触ってみること。カーモデルの場合はボディを真上から見た際、左右対称的に縦にラインが入っていることが多く、バンパー周辺は特に頑固なラインになっていることが多いです。作業手順としては320番のタミヤのペーパーヤスリで水をつけながら削り取り除いていきますが、取り除く際の注意点として実車にある細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意しつつ取り除いていきます。320番で取り除いたら、ヤスリの番手を上げつつ1500番まで仕上げ、塗装に向け準備しておきます。続いて本塗装をする前の下地としてガイアノーツのエボホワイトを拭いていきます。この下地処理は深いツヤのある仕上がりを目標とするのであれば必須作業。パーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、少なからずペーパーヤスリの跡が残った場合は必ずサーフェーサーを拭いて、本塗装の前に各パーツの表面を滑らかにしておくことが大事です。いかに下地処理の段階で滑らかな表面を作り上げることができるかということが重要かと思いますし、何より下地の段階から滑らかな表面を意識しておくと、後の表面仕上げの工程で凹凸が少なく仕上がるので、表面仕上げの作業時間を短縮でき、結果的には効率が上がります。吹き付け途中にホコリなどが付着した場合は焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いてから再度吹き付けます。サーフェーサーを吹き、パーティングラインや傷も消えて綺麗な表面になったことを確認し、次の作業に移っていきますが、今回はここまで。次回はインテリア完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。